今ね、名刺を作ってます。入稿しようと思って。何の絵にしよう。これか。これはなんかやっぱ証明写真味があるよね。青色を選んだ宿命というかさ、うまく印刷で色が出ないんだよね、青って。これも可愛いか。あ、これいいんじゃない？なんかいいんじゃない？名刺に合う絵となんか似合わないなって絵があるんだよね。なんか私の良くないとこなんだけど、こういう時に私の感覚とかセンス選択って合ってるのかなとかすごい心配になってさ、人のものをめっちゃ調べまくっちゃうんだよね。私はいつもグラフィックさんのスマプリデザインっていうのを使って名刺作ってます。ね、ここだけのくっそどうでもいい話をしてもいい？インスタの ID を変えたい。なんならメールアドレスも変えたい。でももう変えるにしては配り歩きすぎた。だから悩んでたけども観念して今の ID のまま作ろうと思って。今の ID が投稿イラストなんだけど、めちゃくちゃイラストっていう活動を今してるわけじゃないから、言葉の些細な違いではあるんだけど、完璧主義だからめっちゃ気になり始めちゃって、なんかもうちょっとさ普遍的な単語をつければよかったな。私結構こういうどうでもいいさ、どうでもよくはないけど、なんかこういう細かいとこめっちゃ気になっちゃうタイプ。どうですか？でもこういうの気にしないようにしていく練習をしていこう。なんかそういう脅迫的なこだわりでさ、テレビの音量が5の倍数じゃないとめっちゃ気持ち悪いのね。これさ、わかる人いない？テレビの音量5の倍数が一番良くて、まだ偶数ならマシ。奇数は絶対に嫌。25はいいけど、21は絶対嫌みたいな。22ならまあギリ許せるっていう謎のこだわりがあった。これはどういう特性なんでしょうか？今は QR コードの位置に悩んでるんだけど、 QR コードってさ可愛くないんだよ。可愛くなくない？だから今までつけてこなかったんだけど、やっぱりあった方が見やすいよなと思って。分かんなくなってきた。なんかさ、本当にさ、心配性で完璧主義で神経質でさ、本当に人より時間かかって嫌になっちゃうんだよね。なんか最近めっちゃ考えたの、そもそも自分の生まれ持った性格が全部良くないと言われてることじゃないのと思って、何この人生って思った。全部そのさっき言った逆の方がメンタル的には健康的だと思うんだけど、今だってなんか何回も確認してもこういうの怖くって何回も確認しちゃうんだよね。絶対に合ってるのに。辛い。お腹すいた。このぐるぐるがすっごい好きで見るのが大好き。これで入稿します。入稿。名刺が届いたよ。ありがたいね、作ってもらえてね。もう私印刷会社の人にはもう本当にありがとうの気持ちしかない。ちょっと印刷ミスっぽいのがあったからお問い合わせしました。どうしようもないミスだったらしょうがないけど、印刷の時のミスだったら確認してもらわないとだから。でも私昔こういうお問い合わせとかマジでこっちが被害遭ってる時でもできなかったから成長。あら残念。一旦保留。サインの位置を永遠に悩んでてさ、結局この絵の一部に書いた方がいいんだなって思って。でもなんかすごいさ、勇気いるよね。そんなデカデカとさ、デカデカとは書かないけど名を記すってちょっとハードル高い。私が中学生の頃に考えたサイン。みんな一度は考えるやつ。どうなんだろう。なんかお前の名前とかいらねえよってなるかな。やば。そんなの人の作品に対して思ったことねえわ。まあちょっと要検討ってことで。
皆さん九条の大罪見ました？ネトフリの。もう私それは楽しみにしてて、真鍋先生の作品興味深いから好きなんだよね。でも九条の大罪は牛島くんよりも読むのしんどすぎて途中で断念しちゃった。もうあまりにも気分が悪くなるからやめちゃって読むの。すいません、こんなこと言うなって感じだよね。でもそれぐらいすごくちゃんと描いてるってことじゃん。牛島くんは闇金業者が主人公だったけど、今回はさ前の弁護士が主人公だから、それ視点で描くとより残酷で全然牛島くんよりグロいんだよね。悪者を法で裁けみたいな、そんな単純な話じゃないからさ、アウトローの人をどうやって弁護するかって話だからさ。夫のアズート見てたんだけど、最初2人で意見が分かれすぎて大揉めした主人公の九条弁護士がさ、なんて言うんだろうな、究極の法律主義っていうか、マジで倫理観は皆無なの。だから法律ではこれ OK だから倫理的にはアウトな行為でも OK になっちゃうよねっていう。それが私最初はさどうしても受け付けなくて、いや間違ってるでしょみたいな風に主張してたんだけど、アズーはもう本当あの人合理主義だから、九条先生間違ってること言ってなくないみたいな。でも見進めていったら確かに九条先生は間違ってはないなって思ってくるんだけど、その先生がなんでアウトローな人の弁護をしてるかっていう目的が分かるとね、考えさせられましたよ。皆さんはどっち派？でも逆にさ、そこまで法律の視点で物を見れる人って弁護士転職だなって思うよね。私なんて主観入りまくるから絶対無理だな弁護士はって思っちゃった。そんな学力も追いついてませんけども。ちょっと話変わるけど、亀岡弁護士だったかな、その九条の大罪の作中にさ、九条先生の同期の女性弁護士が出てくるんだけど、亀岡先生の思考回路が自分すぎてさ、自分を客観視したみたいでちょっと自分に引いたっていう。その亀岡弁護士はさ、九条先生と対局で人権派弁護士って呼ばれてて、弱者を救いましょうみたいなことを言っちゃうような弁護士なんだけど、被害妄想がすごいのね。だからまともに会話が通じなくて、それはもちろんその活動をする上ではさいいんだろうけど、普通に会話したくてもこういう思考回路の人ってできないんだなってドラマ見てたら気づいて、マジこの卑屈な思考回路やめようって思った。なんか私も本当に思考回路が被害妄想だらけでさ、前も私がお皿洗いしてて、アズーがキッチンの IH のところを拭いてくれてたので、ぽつりと油すごいなって言ったわけ、アズーが。普通に本当に独り言ね。で私その時もうめっちゃ疲れ切ってたから、口から出た言葉が私っている意味あるのかなだったのねやばい、怖い。で、なんでそういう言葉になったかっていうと、油汚れがそのままにしてある、これはちょっといつもご飯食べ終わった後にまとめて拭くからそのままだったんだけど、油汚れがそのままあるイコール私がやってないイコール私が仕事をちゃんとできていないイコール私の存在してる意味ってないよねってなったっていう。そういうさ、普通に会話したいだけなのに飛躍がすごいから、こういうのをねやめたいんですよね。でもまだ今こうやって自分の思考回路を理解して俯瞰して見えるようになっただけマシかも。今はもう自分のこの被害妄想って自分の被害妄想であって事実ではないですよねっていう確認をするためにアズーに言うようになったから、ちょっとずつ変わってきてはいると思うんだけど、このねミスとか漏れがないかっていうのを確認する作業が地味に時間かかるんだよね。いいですね今回もとっても可愛いですよ誰てかさ、私レイヤーカット大好きなのね。この子も一応レイヤーなんだけど、レイヤーカットが好きで、でも自分はここまで個性的なレイヤーカットは似合わないのよ。だから自分がしたくてもできないことを結構書いて満足してるとこあるなって気づいて、子供の頃欲しい洋服とか雑誌で見たお洋服をさ自分で書いて満足してたんだよね。その記憶が蘇った。
印刷所から返信が来た。ゴールデンウィークだから明けかなって思ってたんだけど、休みな休んで休めないのか。また作り直してくださるみたい。よかった。やっぱ行ってみるもんだね。よかった。ゴールデンウィークか。ゴールデンウィーク存在しなかったズーが忙しすぎて、私も絵をせっせと進めなきゃいけないし。じゃあ今日も告知がある。こちらのDM 現物、こちらの展示に参加します。6月6日土曜日から6月28日日曜日まで、もう1ヶ月近く、滋賀県米原市の清願寺っていうお寺で開催される展示に参加します。お寺での展示ね、どうなるかちょっとまだわからないんですけど、楽しみ。よければぜひいらしてください。コンセプトがちょっと私すぎてビビって私なんかこの他の作家さん素敵だけど、この中になんか突然いる私が異質すぎて、これを選択した主催の方のセンスすごっていう。うわ、緊張してきた。ホームページもあるので概要欄からご覧ください。入館料がね500円かかります。でもお寺ね、すごいお庭が綺麗らしくてめっちゃ楽しみ。ご覧いただけますと幸いです。ちょっとね本当にマジで急がないとやばくて言うなって感じ。頑張ります。この1ヶ月は多分落ち武者スタイルで動画も投稿することになるでしょう。じゃあ今日もありがとう。また来週。